どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。半年前にこの部屋にこのクラテツフロアの置くだけフロアタイルという文字通り粘着テープも不要でフローリングに敷き詰めておくだけで床をコンクリート調にできるこちらのフロアタイルを置いていく動画を公開しまして、この動画がすでに57万回再生とかされていて、大勢の方に参考にしていただけてるのかなと思ってとっても嬉しいんですけど、この動画に気になるコメントが結構寄せられるんですよね。はい、こんな感じでフローリングにフロアタイルを置くことでカビが生えたり接地面がベタベタにならないかとか心配いただくコメントがたくさん寄せられました。この他にもこのフロアタイルに関する質問がいろいろね寄せられました。そんなわけでフロアタイルを敷いてからちょうど半年経ったので、今日はそういった疑問や心配事を実際にフロアタイルをめくってみて検証していきたいと思います。まだ半年なんで多分大丈夫だとは思いますが、僕もこれ敷いてからねまだめくってちゃんと見ていないのでちょっとドキドキしていますが、皆さんと一緒にね見ていきたいと思います。ではまずは壁とか滑り止めの付着なんかがないかどうかチェックしていきましょう。この部屋の環境を話しておきますと、こんな感じで植物をねたくさん置いて育てているので結構暖かいしジメジメしています。部屋の温度は冬は暖房を入れているので日中は25度から27度ぐらいあって、加湿器もずっとこういう風につけっぱなしなので湿度も常に 40% から 60% ぐらいをね保っています。でサーキュレーターも回してはいますが結構湿度は高めだと思います。はい、そんなリスクが高そうな部屋ですがどうでしょうか。見ていきましょう。まずはこの部屋の中心あたり、この辺りのタイルめくってみてみましょう。これほんと敷き詰めて置いているだけなので、こうカッターとか薄いヘラみたいなので隙間にねこうカッターの刃を入れて簡単に起こして剥がすことができます。ちょっとやってみましょう。こんな感じかな。はい、めくってみます。いきます。いいよ。もう全然問題ないですね。何の問題もない。全く問題ないですね。見えるかな。見えますかね。はい、見ての通りもう全然何の湿りも一切ないですね。もうサラッサラ、全く問題ないです。よかった。あと滑り止めの付着、これ裏側がこういう感じの滑り止めになってるんですけど、こういうね滑り止め、なみなみの滑り止めになってるんですけど、この滑り止めの付着も全くないですね。とりあえず部屋の中心のタイルは何の問題もなかったです。で戻す時もまた敷き詰めればいいだけなので、戻りました。めちゃくちゃいいですよね。これやっぱ使いやすいですよね。あとちょっと気になるのはこの家具の下ですね。家具の下やっぱりどうしても密着度が高くなってしまいますので、ここがねベタついていないかとかカビ生えてないか気になるので、ちょっと家具どけて見てみましょう。はい、今家具を一時的にずらしまして、ここのタイル、これずっと窓際にあって家具に押しつぶされていたこのタイル見てみましょう。じゃあこれめくってみます。どっから行こうかな。よし、めくれました。どうだろう。よっ。もう全く問題ないですね。何の問題もない。サラッサラです。何もなかったように全く問題なくサラサラです。よかった。ここ大丈夫だったらもう半年でこの湿度でこれ大丈夫だったら多分もう大丈夫ですね。これは、はい、全く問題ないですね。もう最初のフローリングのままの滑り止めが付着することもなく、もう元のままです。現状復帰問題なしって感じですね。元々のフローリングが登場しました。よかった。何の問題もないですね。はい、こういった感じで半年では全く問題がないことが分かりました。ただこれまだね真夏をこの部屋で経験していないので
夏になったらちょっとまた違うのかもしれないんですけど、冬のねこのエアコンとか加湿器による高温多湿、これに関してはノーダメージでした。良かったです。あといただいた質問で多かったのが水の染み込みですね。特にワンちゃんと暮らしている方からタイルの上で粗相をしてしまった時とか、この継ぎ目から染み込まないかというね質問が多かったです。こたつはね今のところここの部屋で粗相をしてしまったってことはないんですけど、試しにちょっと水を垂らしてここにね粗相をした想定でちょっと水を垂らしてみて染み込むかどうかね検証してみましょう。はい、じゃあ水垂らしていきます。ちょうどこの辺りに継ぎ目があるので、あえてねこの継ぎ目があるところに水を垂らしていきましょう。なんでわざわざこんなことしなきゃいけないんだっていう感じもしますが、やだなこんな粗相されたら水浸しです。一旦でもこれは拭きますね。さすがにね拭いて染み込んでないかどうか、はい、これで見てみましょう。多分大丈夫な気はするんですよね。危ないよ。全く問題ないですね。こうねタイルを隙間なく敷き詰めてるので、もう今ぐらいな水だったらもう特に中に浸透する隙間すらないって感じですね。全く濡れてない。はい、ちょっと今これ上濡れてますけど、ここの辺り、ここは水が上にかかっていた隙間ですね。これはい見ても、こっちも剥がしようか。はい、こんな感じでもう全然濡れてないですよね。わかりますかね。濡れてないですね。全く問題ないです。水が染み込むこともないです。なので粗相をしても安心しないでね。でもね、最悪粗相をしてしまってもこんな感じですぐに簡単に剥がして、でまた簡単に敷き直せるんで、一回タイルを外してで拭いてからもう一回ね戻せば問題ないんじゃないかなと思います。かなりねしっかり敷き詰められてるので、はめ込む時は多少力がいるというかね、コツはいるんですけども、でもこう押し込んでいけば問題なく敷き詰められるんで全く問題なしです。あといくつかいただいた質問で、これもねこうワンちゃんと暮らしてる方からなんですけども、滑りにくくなりますかというね質問をいただいてました。タイルはエンボス加工されているので割とボコボコはしているんですけども、ただ触ってみるとねこんな感じでサラッとした質感ではありますので、この滑りやすさ気になりますよね。こちらもちょっと検証してみましょう。でこれフローリングなんですけど、座ってる時にちょっとこう後ろに体重がかかると後ろにねずるずるとねずれていってしまうってことがあったんですけど、今見てください。こんな感じで特にそんなにあんまり後ろにずるずる下がっていってる感じないですよね。なのでフローリングよりは多少滑りにくくはなってるんじゃないかなと思います。ただこんな感じで足をね入れ替えたりするとちょっとずつ後退していってますよね。なので完全に滑り止めが効いているという感じでもないです。なので部屋の中で走り回るので足を滑らせないか心配とかいう方にはちょっとまたこれはね用途としてはベストではないかもしれないですね。もっとちゃんと滑り止めだったり緩衝マットみたいなやつ引いてあげた方がいいんじゃないかなと思います。はい、この辺りもね参考にしていただけたらと思います。はい、そういったわけで今日はフロアタイルの半年後のチェックをしてみました。置くだけフロアタイルの購入検討をされている方の参考になったら嬉しいです。このタイルを敷いた時の動画と商品リンクもね概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。敷く時の動画とか見ていただくとね、いかにこのフロアタイル使いやすいかっていうのをね分かっていただけると思いますので、興味ある方はねぜひ見ていただけたらと思います。はい、今日の動画は以上です。このチャンネルではインテリアに関する動画もいろいろ公開していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。